皆さん、こんにちは。日本語教育コンサルタントの総川です。今回、2021年1回目のライブということでお送りしていくんですけども、また、おいおいギリシャ語も含めた15言語字幕をつけますので、日本語がね、翻訳がある方がいいっていう方にどんどん情報拡散していただけるとありがたいです。で、情報欄のところにそれぞれのリンクを貼ってありますので、最初ニュースから始めるんですけれども、細かい情報を知りたいという方はそこから飛んでいただければと思います。で、まず去年の2020年の12月18日付の報道で、フリーランスが独禁法で保護されるというお話です。で、フリーランスされてる日本語教師の方多いと思うんですけれども、はい、なかなかこう立場が弱かったりとか、その業務の契約の内容がはっきりしないまま仕事が先に進んだりとか、で、思ったよりもこう報酬が少なかったり、で、支払いが遅れたりとかすることってあると思うんですね。で、そういうような弱い立場のフリーランスを独占禁止法でちゃんと法的に守ろうという動きになってきました。ので、これ一つ前進、いいニュースですね。はい。で、次です。去年の12月23日のニュースで、東京福祉大学の学長が復帰しているという話題です。で、これは実刑判決が出て、もう大学の運営には関わらないことになってたはずなのに、戻ってきてるって話なんですね。で、これはもう学生にとっても、教職員にとっても不幸でしかありませんので、早く退場願いたいと。でも、大学自体が自助能力がなくなってるってことですので、何かしらこう、外からの圧力でもう退場させるしかないのかなと思います。で、次ですね、12月29日の報道。コロナ禍で技能実習生4700人が職を失うという問題です。で、技能実習生はシステム上決められたその職場でしか働けませんし、そこが潰れたりしたら行く場所がなくなってしまうんですね。あと最長5年っていう期限がありますので、それを超えて日本に留まることができない。でも飛行機が飛んだり飛ばなかったりみたいなところがあります。なので、ここを制度としてもっとこう国は救っていかないといけないというお話です。で、今年に入りまして1月6日ですね、言葉の壁で医療にたどり着けない外国人がたくさんいるというお話です。で、これネパール出身の方で日本で医師をされている方の記事なんですけども、日本語ができないためにその情報が得られなくて、例えば、熱が出た時に PCR 検査にたどり着けないとか、こう2週間の自宅待機何していいか、してはいけないかがわからないとか、はい。で、そういうのが伝わらないと。で、最悪、感染症を広めてしまったりとか、症状を悪化させてしまったりとかいうことが起こりうるというお話なんですね。はい。で、次です。1月7日付の報道で、1都3県に緊急事態宣言が出ました。はい。で、翌8日から、実行ですね。で、2月7日までというのが当面の予定です。で、これ、確かに影響を受ける業種の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、日本語教育業界はこれと合わせて、その外国からの新規入国の話がやっぱり大きい影響があるんですね。で、それが次の話題なんですけども、同じ7日付です。ビジネス関係者の入国が継続するという話です。で、これ、いわゆるビジネストラックと言いまして、11カ国からビジネス客、技能実習生、留学生なんかが新規で入り続けるというお話なんですね。で、これ、一般の方からすれば、もう入国を完全に止めた方がいいんじゃないかと、その方が感染症は抑えられるんじゃないかと思われるかもしれませんが、私たちの業界は、ここがもう命綱でして、こう首の皮一枚でやっとこうつながっている状態なんですね。で、11カ国と言いましたけども、もし仮にそれぞれの国で、変異種ですね。はい、が市内感染で見つかった場合、もうそこから順番に止めていくというお話です。で、あと、一時的にビザが降りたり止まってたりとかすることがありますので、もうこれは日本の外務省だったりとか、あとはそれぞれの国の情報を取っていくしかないんですけども、一応入国は継続になっているという状況です。
で、次は質問のコーナーですね。たくさんいただいた中から投資番号660番です。代行をうまくする方法を教えてくださいということなんですが、よく先生が休まれるから代わりに授業をするってことはあり得ると思うんですけども、これ、その枠が欲しいか欲しくないかで対応変わってきます。はい、で、欲しい場合ですね。欲しい場合は、その元々の担当の先生よりもう圧倒的に上手にこなしてください。はい。で、その受講生の中から、なんだこっちの先生の方がいいじゃないかって声が上がってきて、で、それが決裁賢者に伝わるぐらいのいいパフォーマンスを出しましょう。そうしたら次のタームからそこが自分の仕事になりますので。なので代行というのは、より良い仕事を得るためのチャンスだと思っていただければと思います。で、反対にその枠はいらないと。はい。いらないけど、誰かが代行しないと、学生に迷惑かけてしまう。学校が回らないっていう場合の代行の場合は、これはもう元々の担当の人よりも、ちょっとだけ下手にやりましょう。はい。で、その先生が戻ってきた時に、あ、やっぱりこっちの先生で、戻ってきてくれてよかったと思わせるっていうのがプロの仕事だと私は考えています。で、次ですね。おすすめ書籍のコーナーなんですけども、これ、背景にも今使ってますけども、はい、ゴールデンカムイのお話をしようと思います。で、これ、アイヌ民族がテーマになっているお話で、はい。ヤングジャンプで連載されてるんですけども、皆さん多分、キングダムは読むと思うんですが、合わせてこれも読んでいただけると面白いと思います。で、私もともとアラスカに住んでたことがあって、先住民族なんかに興味があるんですが、日本にいてアイヌのことってほとんど知らないですよね。で、これ物語としては、アイヌが隠した財宝をみんなで探しに行くっていう冒険譚なんですが、途中途中で、そのアイヌのものの考え方とか、文化とか生活様式とか、そういうものを紹介するような体で、進んでいきますので、とっても勉強になるんですね。で、これのゴールデンカムイ好きが高じて、私GoTo 使いまして、北海道の白老に去年できましたウポポイですね。アイヌ文化を継承しながら展示するという国の施設ですね。そこも行ってきて、でそこは第一言語がアイヌ語なんですよね。掲示物だったり、スタッフの人が話す言葉の第一言語がアイヌ語で、はい。なので使いながらそれを守りましょうという考え方で、ぜひこれ、またコロナが収まったら、多くの方に言っていただきたいんですけども、話を、ゴールデンカムイに戻しまして、で、途中、アイヌ語もたくさん出てきて、繰り返し出てくるんで、もう覚えてしまうんですが、美味しいという言葉をヒンナというんですけども、ちょっとヒンナポイントを3つほど、ご紹介したいと思います。まず1点目ですね。これ、グルメ漫画としても楽しめます。罠を仕掛けて、野生の生き物を捕まえて、ばらして、はい。で、それをどう料理するか、味付けするかみたいなものも描かれてますので、ちょっと変わったグルメ、漫画として楽しめます。はい。で、ヒンナポイント2点目ですね。これ、いろんな、殺人鬼だったりとか、収集癖を持った人物が登場するんですけども、何かもう狂ってしまった人、一線を越えてしまった人のカタログとして、楽しめるというものです。なので、そういう人間観察とかが好きな方は、結構ハマると思います。で、最後3点目ですね。これ、ロードムービーみたいな感じで楽しめまして、北海道中をぐるっと旅したりとか、樺太に渡ったりとかするんですけども、おそらく旅行がもうしばらくできないので、ちょっとこれを読みながら、そういう旅行気分に浸るっていうことができると思いますので、ぜひぜひ、楽しんでいただければと思います。で、登場人物が、札幌に最後集結するような気配を見せてますので、もう完結も近いかなと。なので、まだ20数巻までしかありませんので、今から読み始めても全然追いつけますので、ぜひ、ステイホームのお供におすすめです。では、こんな形で、今日も盛りだくさんでお送りしたんですけども、はい。告知はもう概要欄のところに、いろいろ次回の、案内ですとか、明日から始まる新シリーズのお話、あと新刊本が出ますよみたいなもの、過去のアーカイブ、全部上げてありますので、ぜひ、ご興味あるものはクリックしてみてください。で、この
ライブ自体は次回2月21日の同じく14時半配信の予定です。ちょっといろいろ都合がありまして、月の後半になってしまっていますが、お楽しみにしていただければと思います。チャンネル登録していただけると、視聴がスムーズかと思います。勝手に上がってきますので、新しいもの。では、そういった形で今日はこのぐらいでまとめようと思います。今日も貴重なお時間頂戴しました。ご覧いただいてありがとうございました。